よいしょよいしょ。はいはい、どうもこんにちは、ゆたです。今日はですね2月の26日ですね、午後4時です。はい、今僕はね、オーストラリアのシドニーにいます。後ろはね有名なオペラハウスです。遡ること2週間前なんですけども、ニュージーランドのオークランドから、飛行機に乗ってね、このオーストラリアのシドニーに到着いたしました。ニュージーランドにはね、ワーホリで、1年、そしてねその後ビジタービザに切り替えて4ヶ月いたんですけども、終わりの3ヶ月間がちょくちょくね上げている周遊旅だったりするんですけども、とりあえずね現状ね僕がどうしているのかっていうのをね残しておこうと思ってこうして動画を撮っております。じゃないとね動画とねリアルタイムがね、半年とか1年ぐらいね乖離しちゃうかなと思ったので、こうしてね残すことに決めました。はいでね、皆さん疑問に思われてるかもしれないんですけども、今ねこんな、コロナでね大変な時にオーストラリアにワーホリで行けんのって思われたらと、こうやってねコロナでね今大変な時に、オーストラリアにねワーホリで来れんのって思われたかと思うんですけども、僕はね本当にタイミングが良くて、運が良かったです。はい、世界中がねまだコロナですごく大変で、今までみたいにね自由に海外旅行とか行けなかったりだとかで、日本からもねワーホリにね来ることがなかなか難しいっていう中で、僕がね今回オーストラリアにこうやってね来れたことは本当に、運が良かったです。はい、というのもね僕が、入国した2021年2月11日現在の話なんですけども、オーストラリアはね基本的に国境をね封鎖してます。なんですけど4パターン、次に言うね4パターンの人たちは入国が許されているということになってまして、その2つ目はねオーストラリアの国民、2つ目はオーストラリアのね永住権者でね、3つ目はその、ファミリー、イミディエイトファミリーはなんだ近親者でね、4つ目が、今回僕該当したものなんですけども、ニュージーランドに14日以上隔離期間を除いて14日以上滞在してて、なおかつオーストラリアのね有効なビザを持っている方っていうのが入国が認められてるんです。認められてるんですね。はい、ということでね、僕は今回その4つ目のパターンになんとね該当してしまいまして、はい、無事に来ることができました。1年前ね、僕が31歳になる前にワーキングホリデービザっていうのをねオーストラリアに申請しまして取得していて、でしかも、14日間以上ね僕は隔離施設の外で1回も行ってないんですけど、ニュージーランドに滞在していたってことでね、その2つビザとその滞在していたニュージーランドっていうの2つがね、条件がクリアできまして、今回ねこうやってオーストラリアに入国することができました。はい、しかもですね、今現在、オーストラリアに来るね全ての、ね、旅行者は基本的にはね14日間の隔離生活っていうのが義務付けられてるんですけども、ニュージーランドから先ほど僕が言ったように14日間以上ね隔離施設外でニュージーランドで過ごして、でしかも健康上に問題ない人っていうのはねオーストラリアに入国した後も隔離措置っていうのがね免除されてるんです。はい、で僕はねだから隔離施設にね別に行かなくてもよかったということなんですけども、これはね、ニュージーランドが民間のね感染者っていうのがほぼほぼいなくて、ほぼほぼっていうのは1月と2月にね一応ねちょっとだけあったんですよ。1人とか3人とか出て、でもその1回1回の、ね、民間の感染者が出た時もその感染者に接触した人とかをしっかり、ね、トレースして、その人たちをね隔離して、適切な処置を行ってねすごくコロナをねコントロールできているってことで、オーストラリアがね特別に認めている特別措置なんですね。なんで、世界的にもねこうやってコロナにねうまく対応できているニュージーランドにたまたま僕がいることができたっていうのはね本当に、運が良かったとしか言いようがないです。はい、そしてね先ほどもちらっと言ったんですけども、僕が、31歳ということでオーストラリアにねワーキングホリデービザで入国できる本当に最後のチャンスだったんですね。なんでなおのこと、今回ねこうしてコロナの中でも入国できたってことがすごく嬉しいです。はい、特段ね僕は宗教とかそういうのを信じてないんですけども、今回ばかりはね本当に神様に守られてるのかなとか本当にね思って、神様ありがとうってね感じです。はい、到着からね2週間これで経ったんですけども、2週間の間はね、おとなしく、プチセルフ隔離みたいな感じで、過ごしてですね、移動もね必要最低限だけに抑えてまして、ようやくね2週間経ったんで、ちょっとねオーストラリアっぽいところに
来てみようかなってことで、こうしたねオペラハウスとかこの、ね、ハーバーブリッジとかをね見に来ました。ようやくねそのおかげでオーストラリアに来たなっていう感じがしてます。はい、時間としてね。はい、ということでね、鳩が来ました。はい、ということでね、無事にこうしてオーストラリアに入国できまして、僕のねワーキングホリデー生活がもとい新しいね冒険がスタートしたということで、その報告の動画でございました。はい、でね、これからの僕のチャンネルなんですけども、チャンネルといえば、先日ですね、2、3日前なんですけど、ついにね僕のチャンネルも3桁100人に、チャンネル登録者がなりました。いや本当にありがとうございます。はい、もう、チャンネル開設してねもうすぐ2年になろうとしてるんですけども、それを考えるとね少し、成長が遅すぎるのかなとは思うんですけども、今後もね少しずつ、成長していきたいと思ってるので、皆さんこれからもねどうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。でね、これからの僕のチャンネルなんですけども、今まで通りね、ニュージーランドのまだ周遊旅の動画がいっぱい残ってるので、それをね編集して上げていくのというのと、それと同時にね、このオーストラリアでのね生活もね Vlog して、お届けできたらなと思ってます。はい、理想を言うと週にね2本、1本はオーストラリア、1本はニュージーランドみたいな風にね出していけたら一番いいのかなと思ってるんですけど、はい、それはね僕の頑張り次第ということで、はい、気長にね、お待ちいただけたらと思います。はい、というわけで、今回はねこんな感じの動画になります。ここで終わりにしたいと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。またね次回の動画でお会いしましょう。ゆうたでした。バイバイ。よいしょ。はい、今日でね、ニュージーランド最後で、これからねオーストラリアのシドニーに飛びます。もうセキュリティを入ったところなんですけど、全然ね店も開いてなくて、そりゃ人来ないからね、空港に来た時も最初ドメスティックの方に、シャトルバス止まって人がいっぱいいたんだけど、インターナショナルの方はね本当に静かというわけで、これからねゲートの方に向かって、今日はね6時15分のフライトでシドニーに飛びたいと思います。ゲートの方に来たら少しだけ店が開いてる。マクドナルドはやっていません。あるじゃない、ちょっとだけデューティーフリーのショップがありました。Running through the last of my thoughts, standing on the edge of my time. Everything I know will be gone in a minute. Running through the last of my thoughts, standing on the edge of my time. Everything I know will be gone in a minute.
my tongue. Every